中国から届きました空調服というか空調ベストみたいな、こんな、パソコン用のファンみたいなのがあって、でちょうど服に取り付けられるようになってるんですよ。穴が開いてて、でモバイルバッテリーをここかな、はい、ここに USB 電源あるから、ここにモバイルバッテリーつないで、ファンを回すとファンが吸気して服の中が、ちょっと扇風機当ててるような状態になるという服ですね。空調服も今最近はこうメジャーになってきて、自転車乗ってるおっさんとかでも普通につけてたりしますよね。これベスト状になっていて、チャック閉めて、電源、これめっちゃ長押ししたら電源入る。ほら、結構いいっすね。さあ、空調服の実力を見せてもらおう。空調服どうなんでしょうかね。こう信号待ちではやっぱり効果発揮するんかな。とりあえずこのフードが出てきてパタパタうぜえって、パタパタフードうざいですね。市街地走るんだったらやっぱり空調服あった方がいいのかね。でも一説によると空調服つけてても暑すぎると熱風が入ってくるから、意味がないという話もあるからな。どっちみちあれやんな、バイクって気化熱で冷やすやん。バイクっていうかライダークーラー使えないからね。結局汗なり水分なりを体から蒸発させて、蒸発するときに熱を奪うのを利用して温度を下げるしかないので、結局は走り続けるしかないんですよね。常に風を浴びておかないとオーバーヒートしてしまう。それが夏のバイク乗りでありますが、果たしてこの空調服使い物になるのか。現時点では恩恵は感じません。止まったら結構マシかな。止まっている状態でもなんか背中の方から風が入ってくるんで、背中が冷やされるんでまだマシですね。ただこの前面っていうかな、胸部とか、首周りとか思ったより全然冷えないですね。もっと首の下からこのブワーって風出るんかなと思ったけど、このファンがしょぼいからかあまり風が出ないですね。これメッシュジャケット着てるからかな、ちょっと結構普通に暑いですね。これでも前を開けちゃうと意味がないんですよね。前開けると意味ないから、ちゃんと閉じた密封した状態で空気をこう充満させないとダメっていうので、ただこれモバイルバッテリーを常にこの体に身につけているから、この季節ちょっとね暑苦しいし重いしで、なんか装備が物々しくなるな。あと常になんかブーンってこのファンの音がうるさいというのがあります。この走行風と区別がつかないですね、走ってる時は。ってことは空調ベストを装着したままバイクに乗っても全然いけるってことやな。特に期待するのがやっぱ市街地での信号待ちとか、市街地での信号待ちやな。特に去年の秋ぐらいに行った福井の敦賀から越前に行く湾岸線のルートあるんやけど、そのルートがもう気温41度、フェーン現象かなんかでめちゃめちゃ暑かったよね。しかもなんか工事で信号待ちっていうかね、工事信号で2分ぐらい待たされた時はちょっと茹で上がるかと思いましたが、ああいう時にも空調ベストがあれば大丈夫かなとか期待したけど、そんなあんまなかったな。しかもこれバッテリー消費するからな。キャンプツーリングだと充電するのが結構ね考えどころなんですよね。マクドとかで充電するか、もしくは中日にビジホに泊まって充電するかみたいな。
あとは快活クラブとかね、いろいろ考えないといけないから。空調ベストどうしたおい。空調ベストの実力、これ映像だけだとなんかすげえ爽快な感じになるんかな。めちゃくちゃ暑い。そりゃそうか。だってあったかい空気を取り込んで体の中入れるわけやから、はっきり言って効果あるかないかで言ったらないよね。熱くなった空気を体に取り込んだところで、これ止まった時ほんのりと風が来ますが、やっぱりね、空気があったかいからさほど効果はない模様。もっとなんかファンがでかい強力なやつじゃないと無理なんかな。ファンがしょぼいよね。これ安物やからね。これ中国で買ったんですけど、まあ何ぼやったっけな、1500円もせんかったな。そういう意味ではお得な買い物だったのかよく分かりません。とりあえず今日は分かったことは、バイク乗りは常に走り続けないと死ぬということですね。止まると死ぬってことですね。やっぱ空調服ね、ちょっとでもやっぱりないより全然マシっていうことが分かりましたね。こんな感じで空気が冷やされていると、冷えた空気が中に入ってくるのでいい感じ。でもこうやってまあこう日向に出るとそうでもないって感じ。ないよりマシだが必須アイテムではないと感じましたね。まあちょっと電熱ベストがあまりにも使えたので期待してたんですけど、電熱ベストのようにはいかなかったね、やっぱり。ここからちょっと風出てるんですけど、これがねもっと強かったらいいんやけど、言うほどでもないという。ボートレーサーっぽいな。でこれが空調ベストです。仕組みめっちゃ単純なんですけど、このねなんかペラペラのナイロンジャケットみたいなのの、腰のところにこう穴開いてるんですよね。でその穴にこの冷却ファンっていうの、普通のファンを取り付けるだけ。こうやって挟むだけなんですよね。挟んでるだけで、こう挟んで固定して腰のところに2箇所冷却ファンがあるって感じで、まあモバイルバッテリーは多分ここにポケットあるんでここに入れようってことなんですけど、ここにモバイルバッテリー入れたらこのね操作なんていうの、これ操作するやつが外に出ないんで、まあポケットにモバイルバッテリーを入れて、でここで操作すると。でかなり長押しして電源つけるタイプやな。最初ぶっ壊れてんのかなと思ったけど、でこれでまあファンが回ると。でこれで取り込んだ空気が中に入り、でまあ内側を空冷してくれるっていう。でこのファンが安物なんですよね、絶対これ。ちょっとうるさいし、なんか軸受けの音、ベアリングの音っていうかな。でまあ風量もそんなにないんですよね。モバイルバッテリーどんぐらい使えるんですかね。まあでもちょっと残ってるから、あと3メモリだから1時間ぐらい使って3メモリやから、まあ悪くはないかなって感じやな。フードがね謎なんですよ。何のためのフードなんこれ。ファッション性がかなり低いけどな。
このベストでもなんかこの状態で別に難波とか歩けますね。